よいしょ。お腹すいた。マックの照り焼き食べたい。ということで、いつも動画を見てくれてありがとうございます。リピーボーイです。だいぶ秋めいてきましたね。夜は涼しかったりで、だんだん服装も変わってきましたが、皆さん秋服は買ってますか？僕はね、9月ぐらいからいろいろ買ってまして、だいぶ服が増えてきたんですけど、最近、コラボだったりとか、新しいスニーカーだったり、いろんな情報が出てて、もう全然ね、頭が追いつかないんですよ。で、そんな時にね、ふと思ったんですけど、ブランドの解説、そして人気アイテム、あとは着回しの紹介までが一つになってる参考書的な動画があったら買う時にすごく便利だなと思ったので、今日の動画はその参考書的な動画をやっていこうと思います。今回紹介するのは最近僕が気に入っているワックスロンドンというブランドについて紹介していこうと思います。ということで早速本編やっていきたいと思いますが、今日の動画の構成はですね、最初にブランドの概要、その後に人気アイテムの紹介で、最後に着回しコーデを紹介していこうと思います。今回紹介するワックスロンドンというブランドは、実は9月ぐらいに入ってから何回かもうコーデとかで紹介してます。非常に気に入ってます。そしてこれから来るんじゃないかなと目をつけているブランドではあるんですが、なんとそのブランドさんが僕の投稿を見てくださってたみたいで、今回ブランドさんから服を貸していただいたので、僕が持ってる服と貸していただいた服、これ合わせて網羅する内容でやっていこうかなと思いますので、結構参考度高めになってると思いますよ。こんな感じでいろんなブランドから協力いただけるように頑張っていきますので、みんな応援してください。よし、じゃあやりましょう。まず最初のパートはブランドの概要説明です。名前には入ってますが、イギリス・ロンドン発のブランドで2015年に設立されました。ブランド自体の理念は高品質でサステイナブルなファッションを提供すること、素材選びとかにすごくこだわっていて、オーガニックコットンだったりリサイクル素材も活用しているブランドです。実は今着ているこのシャツもワックスロンドンのアイテムなんですが、クラシックでモダンなデザインを特徴としていて、カジュアルさとフォーマルさを融合させたスタイルが特徴的。代表的なアイテムとしては後ほど説明しますが、チェック柄のシャツだったりパンツ、あとはニットとかといったところが有名です。どのアイテムもバランスの取れたシンプルで素材のいい服が多いので、日常使いとかでも使いやすい汎用性の高い服を作っているブランドになります。あと面白いのが、このブランド自体ローカルビジネスをサポートするような姿勢をとっていて、イギリス国内だったりヨーロッパの工場、その辺りで服の生産とか生地の開発とかをしているようなブランドにもなります。いろいろお話しましたが、このワックスロンドンおすすめできる人は、クラシックでモダンなデザインが好きな人、高品質で長く使えるアイテムが欲しい人、リラックスしたカジュアルスタイルが好きな人、地産地消だったり職人技術、こういうものを大切にしたい人に特におすすめのブランドになります。個人的には僕のチャンネルを見てくださっている方にはドンピシャなブランドだと思うので、今日の動画気に入った方は概要欄にブランドの商品ページ載せておくので、ぜひチェックしてみてほしいです。概要としては説明したんだけど、じゃあ一体どんなものを作っているのということで、アイテムの説明に行きましょう。ではここからはワックスロンドンの人気アイテムについて紹介していきます。このブランドアイテムとしてはいろんなものがあるんですけど、ざっくりとした価格はこんな感じです。はい、ざっと出てますね。皆さんこの価格に対してそれぞれ思うところはあると思うんですが、個人的にはこだわった素材、そしてサステイナブル、あと地産地消っていうヨーロッパのインポートブランドっていうところを考えると、非常にコストパフォーマンスがいいブランドかなと思います。なんだかんだ言って実際に見てみないとわからないと思うので紹介していきましょう。早速1つ目のアイテム、こちらでございます。ホワイティングオーバーシャツというアイテムですね。ワックスロンドンというブランドのもうシグネチャーアイテム、看板アイテムになります。
ます。ブランドのクラシック、そしてモダンなデザイン哲学みたいなのをもうまさに表現したアイテムです。厚みのあるしっかりとした生地で織り込まれた質感も非常にいいです。柄もチェックではあるんだけどカジュアルすぎない上品な要素もあるというすごく使いやすいアイテムで、こちらのアイテムはオーバーシャツという名前の通りリラックスしたフィット感です。シャツとしても着れるし軽いアウターとしても使えるっていう着回しがしやすいアイテムですね。トラディショナルなチェック柄とシンプルなデザインになるのでカジュアルなスタイルにすごく取り入れやすい。生地がしっかりしているので秋冬にかけて大活躍するアイテムです。僕が持っているのは本当に定番で出続けているネイビーと生成りの組み合わせのチェックなんですが、お借りしたアイテムなんですが、シーズンごとにこういうカラフルな柄だったり同じシルエットにはなるけど起毛しているウールっぽい素材、生地違い柄違いのバリエーションっていうのが結構出てたりします。着られる方の好きなファッションだったり生地感、あとは色、そういったものに合わせてこういうバリエーションがたくさんあって選べやすいっていうのもポイント高いですね。人気の理由だと思います。僕が持っているこのネイビーの色味に関しては本当にいろんなコーデで使えるので、ミリタリーのパンツに合わせたりとか濃紺のデニムに合わせたりね、あと黒いスラックスとか着回しというか困ったらこれ着とけみたいなアイテムではありますね。非常におすすめです。それでは次のアイテムはこちらです。カートトラウザーズというパンツになります。全体像はこんな感じですね。こちらのカートトラウザーはさっきのシャツ同様ワックスロンドンの中の看板アイテムになります。非常に人気のアイテムで、僕が持っているのはコットンツイル素材のものなんですが、このパンツの特徴は質感の良さとフィット感です。カジュアルとフォーマルの、中間的なスタイルが特徴的で程よくリラックスしたシルエットなのでスニーカーだったり革靴、いろんな靴と相性が良くて幅広いスタイリングができます。このパンツの素材もシャツ同様しっかりとした生地にはなってますが、柔らかさもちゃんと兼ね備えてます。なのでシルエットも相まってすごく快適な履き心地になります。服を着る上でデザインはもちろんストレスを感じないってところに重きを置いてる方もいると思うので、そんな方はねこのカートトラウザーはすごくおすすめです。僕は上品な雰囲気が良かったのでこのネイビーにしてるんですが、こういう感じのベージュバージョンもあります。このパンツの着回しですが、さっきも言ったみたいにスニーカー、革靴何でも合います。丈感がちょっと短い、そこを生かしてハイカットのスニーカーだったり、レースアップのブーツだったり、そういうものと合わせるとすごくかっこよく着れます。トップスはオーバーサイズのニットだったりロングコートだったり、そういうものと合わせるとまた雰囲気が出ると思います。次のアイテムはこちらですね。ニットウェアも人気アイテムの一つになります。ワックスロンドンのニットはこの質感の良さとリラックスしたシルエットが特徴的です。生地にこだわっているので上質なニットをこのブランドは作ってます。季節に合わせてニットをベースにジャケットだったりコートだったり、1枚で着たり通年ね使えるものになってると思います。今回お借りしたのは無地のカーディガン仕様になってるんですけども、プルオーバーだったりとか柄が入った派手なものまでバリエーションは結構あるので、さっきのオーバーシャツ同様皆さんのクローゼット事情に合わせてこれも自由に選べるっていうのがすごくいいです。個人的におすすめしたいアイテムも紹介させていただきます。それが僕も今着ているシェリーシャツというアイテムになります。このシャツは僕の大好きなボックスシルエット、ゆったりとしたフィット感が特徴で本当によく着てます。このシャツ含めプラスでね3着計4着持ってます。シルエット感とかはさっきのホワイティングオーバーシャツに似てはいるんですけど、こっちのシャツの方が薄手でさらに柔らかい生地になってます。なので春夏秋冬どんなシーズンでも使うことができるアイテムで、僕が着ているシャンブレー素材のものだったりストライプ地とかチェック地もあるし、雰囲気のあるコーデュロイ素材、バリエーションがめっちゃあるのが特徴です。でどのアイテムも共通しているのは洗いがかかったような生地感なので、すごくナチュラル、古着のファッションとかにも合いやすい程よいカジュアル感になってます。着回しとしても1枚で羽織ってもいいしタックインしてもいい。この上にニット着たりだとかベスト羽織ったりだとかコート着たりだとか、スタイリングのベースになるような
アイテムです。ということで以上が僕が気に入っているワックスロンドンというブランドの概要、そして人気アイテムの紹介でした。紹介するにあたって僕が気に入っているところをバーッと紹介はしているんですが、参考という点では気になるところもお伝えした方がいいと思うので少しお話します。個人的にはこのブランドに対してすごく満足しているんですが、あえて挙げるとすれば一つのカテゴリーのアイテムに対してシルエットのバリエーションはあんまりないっていうところです。着丈がもっと長いやつがいい、変則的な形がいいっていうのにはこのブランドはあんまり合ってないです。でも逆に言えば同じ型でバリエーションを増やして作っているブランドになるので、一回形が気に入ってしまえばそういう素材とか色とか気分が変わった時に自分の理想のシルエットは維持したまま気分に合わせて色とか素材とかそういったところに挑戦していける、小さいチャレンジがしていけるっていうのが結構面白いポイントかなと思います。これに関しては皆さんにとって良し悪しいろいろあると思うので、一つのね参考にしていただけると嬉しいです。ということで長くなりましたが、以上が前半パートになります。今回紹介したワックスロンドンのアイテムを使って着回しコーデを考えてみました。これからの買い物の参考だったり秋冬コーデの参考というものでも使えると思います。クレジットもね載せておきましたので、気になるところがあれば適宜ストップして見ていただければと思います。ということでコーデ集いきましょうか。 VTR